ビッグラブリオです。今回は日本で今法律に触れることなく大麻の有効成分である THC とほぼ同じトリップが体験できるという HHC を実際に食べてトリップしている様子をレポートしていきたいと思います。なぜこのチャンネルでこういう活動をしているかというと、大麻ってのは精神疾患の方、うつ病の方を癒して人生を豊かにするとっても優秀なハーブなんですけど、まだまだ偏見を持っている人がたくさん日本にはいるので、一人でも多くの人に大麻の正しい知識を伝えるためにこういうチャンネルをやっております。大麻、LSD、アヤワスカなどをまとめてサイケデリックスっていう風に言うんですね。サイケデリックスの意味は、サイケが潜在意識でデリックが現れる潜在意識を引き出してくる。精神疾患を癒し、人生を豊かにし、人間の創造性を回復させていくということで、世界的に合法の方向に向かっているんです。すぐ近くのタイでは、国が大麻100万株を100万世代に支給するっていう、大麻が解禁されたんです。ツイッターを買収した世界的な超有名人で影響力を持っているイーロン・マスク氏も、人々はLSD、MDMA に対してもっとオープンになるべきだと発言しています。さらにこれも世界的に超有名な俳優のウィル・スミスもアヤワスカをなんと14回も飲んで、苦悩や苦痛の 99% は自分が作り上げた幻想なんですと発言してます。素晴らしいこと言ってますね。これだけ2022年世界的にサイケデリックスが本当はいいものだと、これまで麻薬って言われてきたけど治療薬だっていう見方が広まっているのにもかかわらず、日本ではまだまだ大麻とハードドラッグ、ヘロインみたいなものとの区別がつかない人も多くて、大麻は当然大麻取締法で違法になっている。さらにこのままいくと大麻使用罪によってもっと取り締まりが強化されるんじゃないかっていう話もあるんです。そこでこのチャンネルはですね、大麻や LSD、アヤワスカなどのサイケデリックスは用法用量をちゃんと守って安全な環境で摂取すればとても人生を豊かにしてくれるメディスンなのですよっていうことを、実際に日本で法律で規制されてないサイケデリクスを摂取してトリップしながらレポートしていきたいと思います。今回もセットとセッティングを整えて摂取していきます。以前挙げたバッドトリップ徹底回避マニュアル、まだ見てない方ぜひ見てみてください。セットというのは精神心の状態のこと。時間に余裕を持って極端に何か嫌なことがあって落ち込んでいる時とかは摂取を控える。あとセッティングっていうのは環境のこと。知らない人が多い場所だったり音がうるさいところはバッドトリップに入りやすいので、慣れた自分が安心できる環境で摂取する。セットとセッティング。初めてお酒以外の酔いを経験する方は決して一人ではやらないことをお勧めします。さらに法律で規制されてないからといってむやみやたらに外に持ち歩かない方がいいです。なぜかというと、まだ日本の警察には THC 違法なものと HHC をこれらを判別するまだ技術がありませんね。3月に規制された HHC の時もそうだったんですけど、変な誤解を生まないようにちゃんと一人一人が配慮を持ってトリップを楽しんでください。で、HHCO が何かっていうのを簡単に説明すると、まず HHC っていうのは大麻のトリップ成分 THC に水素を足して HHC。その HHC をさらにアセテート化したもの、無水酢酸を用いた反合成カンナビノイド、100% ナチュラルなものじゃなくてアセチル化をして化学式を変えることによって法の規制を免れている HHCO。O はアセチル化、アセテートのことなんですけど、この O がついているものは全て加熱して吸ってしまうと有害物質であるケテンが発生するので、吸わない方がいいと思います。THCO や HHCO のベイプは未だに売られていますが、あんまり買わない方がいいんじゃないかなと思います。試すんだったら食べることをお勧めします。今回 HHCO をご提供いただいたのはチェ CBD ストアさん。成分分析表を開示している信用できる業者さんです。これが成分分析表。動画の最後でこのチェ CBD ショップさんから HHCO を 10% オフで買うことができるクーポンと HHCO の視聴者プレゼントも企画しているので、興味を持った方はぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは早速 HHCO を摂取していきたいと思います。はい、こんな感じでシリンジに入っています。チェ CBD ストア。開けます。
でこのキャップを外します。今回のこの HHCO は 61.2% の濃度になります。これをクッキーに染み込ませて、だいたい1回がシリンジ1メモリから2メモリ分ぐらいだそうで、俺聞きやすいんで2メモリで十分なのかなって感じなんで、早速ここに2メモリ分垂らしていきたいと思います。はい、時刻はちょうど7時です。ということで、HHC を染み込ませたクッキーを食べていきたいと思います。いただきます。それではこのまま経過を見ていこうと思います。はい、7時10分経過しました。言うの忘れてましたけど、俺はめちゃくちゃ聞きやすいです。すでにもう、ぽわっとしてきてます。体感の強い CBN を吸った時のような、この中心からパーってほぐれてくる感覚ですね。強いリラックス感を感じております。まったりまったりまったりな、急がんず焦らんず、マイローカ30分経過、まったりって感じでございます。ほんとさ、やっぱ街中とか電車の中とか歩いて、みんな速いペースで生きてるよね。ビュン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 みたいな。ちゃんと一分一瞬味わう時間取れてるっていう感じで、俺もそう人のこと言えなくて、やっぱりついついこう急ぎすぎちゃって、バーってこう思考中止になっちゃう時って、なんとなくこう地に足ついてないっていうか、イライラしやすかったり、ストレスに対して弱かったりするけど、どれだけこうペースを落としてまったり Be here now で Be here now って今ここに存在するって意味なんだけど、今ここに存在すると本当に満たされるんですよ。何かを求めてる人のテンポがやっぱりスピードなのかなっていうね、行き交う人の群れとか見ててね、俺もそれに巻き込まれたりする時もあるけど、本当にだからさ、ぼーっとするっていう日本語しか多分これまであんまなくて、ぼーっとするっていうとなんかサボってるみたいな、なんかあんまりいい響きじゃないような、俺別にぼーっとするの好きなんだけど、でもチルするって言葉が一般化したじゃないですか。チルするっていう言葉がなんとなく共通言語になったのがすごいいいなと思って、今チルってるとかさ、今チルしてるんだ、ゆっくりまったりしてるんだっていう言葉が共通言語になったのがすごくいいなと思って。チル足りてますか？目がちょっともうまったりしたとろっとした目になってますけど、30分でどうだろうな。俺やっぱ聞きやすいから人によっては1時間後ぐらいに聞いたりするんだけど、今結構まったりずっとここにあったかいお風呂が入ってるっていう感じでございます。引き続きレポートしていきます。時刻は8時5分、ちょうど1時間が経過しましたってことで、めちゃくちゃハイです。ファーってここに明るい太陽がいて、サーンってこう後ろに広がってる感じ、もうめっちゃテンション高くて、いやー今マンチに入っていい感じにお腹が空いてきました。ということで唐突にシャーマンリオのスーパーマンチクッキング、いやー歌も出るぜ、楽しい。今日はここにあるいろんなスパイスを使ってシャーマンリオHHCO インドカレーを作ります。実はね、カレーと大麻ってめっちゃ相性いいんですよ。何かというと、カレーの発祥の国インドは大麻と密接な関わりを持っているからです。普通に日本に生きてたら、大麻イコールちょっと悪い人が吸ってるみたいな、なんかどうしても犯罪っていうイメージがつきまとっちゃうんですけど、実際大麻ってのはもともとインドではお坊さんたちが修行の時に瞑想する前に吸っ
て、で、自分の内側の世界に入ってきやすいようにしたり、そういう聖なるものとして使われてきたんですよ。なので、大麻がどこから来たのかっていう歴史も伝わっていけば、あ、大麻ってインドのお坊さんたちが吸ってたのとか、人間ってどうしてもルーツがわからないものとか、得体の知らないものに対して恐怖を抱きやすいんですよ。そういう身近にない、すごい犯罪っぽい匂いのする大麻吸って健康になるよって言っても、いきなりは多分信じきれないっていうか、っていう自分の中にある違和感を払拭できないと思うんで、まず大麻は麻薬ではなく、インドのお坊さんたちが修行で使用していた薬草なんですよっていうイメージも伝えればいいんじゃないかなと思って。今さ、カレー作ろうとしてる時にインスピレーションがバーンってあったんだけど、受信するってインスピレーションが浮かんでバーンと何かが思い浮かぶって時って、もうその未来は実現してるんですよだからインスピレーションがひらめくことって、そのチューニングに自分が合わせていけば絶対叶うんじゃないかなと思って。インスピレーションがめちゃくちゃ大事。インスピレーションがめちゃくちゃ大事。インスピレーションに従ってきてたら本当に何にも困らない。ただ本当に楽しいだけの泳いでいく人生になる。苦しいことも痛みも全部泳いでいくための糧にできる。ちゃんと言えてるかどうかわかんないけど伝わったチルアウトで乾杯。見るとついつい買っちゃうやつね。これ超イケてんすよ。チルアウトっていうギンギンじゃないタイプのふわーってリラックス系のエナジードリンクっていうね。いやイケてるね。日本は本当に朝の歴史があって、息とかね、さーって感じる文化があった国から、こういうものが出てくるってのはやっぱね、俺は希望の光だと思うよ。いろんな自販機でこれ見るじゃん。最近セブンイレブンでこれ売られてるんですよ。ヤーバー、テアニンっていうのはほうじ茶とかに入ってるリラックス系の成分で、ヘンプシートが入ってるんですね。俺たちの人生を明るくするホーディーメディスン、タイマーがさ、みんなで安心してこの国で吸える日が来るパラレルに俺は飛びたいから、ありったけのポジティビティをこのチャンネルでは発信していきます。Big Love。分かった。過去とか未来って言ってる時点でもうすごく三次元的なんだ。なるほど。人によって生きてる世界が違うなっていうのは、三次元で生きてる人っていうのは過去と未来に縛られていきがちになるけど、4次元で俺は結構今次元上昇してちょっと過去と未来の他に別次元っていう別のパラレルワールドがあるっていうことを感じながら生きてる。あくまで俺の場合はだけど、死への恐怖がなくなった時にストレスがだいぶなくなったんだよね。前世もあって過去世も必ずあって、で肉体が終わっても絶対精神は生きてるから、絶対持っていける。お金とか物とかはどれだけ貯めても精神的に培ったものはもう全部次に持っていけるから、だから本当に俺たちはね楽しい思い出をいっぱい作ればいい。楽しい思い出をいっぱい作っていっぱいあっち側に持っていけるバイブス、エネルギーをバーって受け取って楽しく学べばいいんだ。学べばっていうか遊べば、遊びイコール学びみたいなさ。夜見る夢とかアヤワスカを摂取して見るビジョンの世界とかって実際にそこにある世界に行ってきてるんだと思うんですよ。そういう世界もあって、で別次元のそれを経験してる。アヤワスカという切符によってそことつなげてもらってる。別次元の旅行って最高。価値観広がる。やっぱ俺イギリスに住んでた時期あったり、ペルーのアマゾンでさシャーマニズムを受けたりして、自分の感覚、文化が、価値観とかが広がっていく時ってめっちゃ気持ちよくて、海外結構行くようになったんですけど、ほんと海外、トリップだから、旅が俺大好きなのは自分の価値観とか感覚が拡張されるから。日本だけじゃなくてこういうことも
あるっていう可能性が、人間のあり方が知れて、で別の次元もそう、うわエネルギーだけの世界ってあるんだっていう経験をこの世界に下ろして、まあラブでいい感じに楽しくやれば全部うまくいくっていうさ万物が振動だから、振動でできてる、これもあれもこれも全部だから、変化さえ恐れなければ俺たちはどこまででも変わっていける。無限に変わっていける。変化を恐れる時もいいじゃん。まあそういう時はさ、そういうのもさ、立ち止まることも楽しんだりさ、否定とか、まああれだよね、ちょっとずつやっぱ手放していけたら自由だよね、心が。でそれを社会に下ろしていくっていうこと、やっぱり俺はタオが大好きで、この感覚をみんなつながってるっていう感覚を、ワンネスっていう次元はもうあるんですよ。本当はだから、あの別の次元では俺たちは全員愛し合ってるから、だからあの感覚をここに下ろして、愛し合うっていうことの形をなんかこうね、粋な感じで肉体を伴ってさ、いろんなやり方で表現していけばいいんじゃないかなって思います。愛し合える世界がいいなと思う。本当に争いはいいや、大好きだもん。大好きな気持ちを俺は押し付けようとも思わないし、いがみ合うことだって、争うことだって、それで成長することもあるし、まあみんながこうお互い好きでいられたらハッピーだよねっていうことです。やべえ、めちゃくちゃ聞いてて全然カレーが作れない。時刻は2時間。うわーすげえ、やっぱ俺聞きやすいのかな。今回ね、最初に入れた量はね、ひょっとしたら 1g 以上入ってるかもしれなくて、やるんだったらシリンジよりこっちでやった方がいいですね。グラム測って、おそらくね 0.1 から2の間、 0.15 とかかな。だからまあ正直初心者はこの量はいかない方がいいと思う。0.05 とかそのくらいでもいいのかなっていう。今何時だ？後でつけといてくれ、未来の俺。お前の現実を編集で作れよ。まあね、ほんとね、見てこんな感じなんだけどさ、結構インディカって感じですかね。ズドーンと重い感じの。でもこういうの好きな人もいるんだよね。俺はどっちかっていうとね、サティバ派なんですよね。パーって軽くなって何かしたくなる感じの方が好きなんだけど。でも本当に気持ちいい。今もう無になってる。液体になってる。ここでバーンって溶け出してさ、ここに太陽があってさ、バーンってずーっと大地に溶け出してってさ、気持ちいいって感じ。なんかずっと瞑想状態。純粋に存在を楽しんでる状態。もう、呼吸が気持ちよくて。いや、これマジですごい。今俺パラレルワールドが分かった。ここの現実の細かい断面図みたいなところがあって、それが全部別の次元につながってる。無限に現実の数があって、何これ。世界の広がりとしか言いようがない。おはようございます。日付がぐるっと回って翌朝の9時50分です。まだうっすら効いててポワーっとした感じが残ってます。あのままこうズドーンとすげえインディカ系の深いリラックスが続いて、
でそのまま地球に吸い込まれるように眠っちゃうって感じですね。もうぐっすり眠れたし、で起きてもポワーっとしててすげえ気持ちいいです。ただまああえて反省点を挙げるなら、ちょっと食べ過ぎたんじゃないかなと思って、最初シリンジでこう調整して量測ったんですけど、思ったより入っちゃったんじゃないかと思って、2メモリあれどこが2メモリなんだってちょっと分かんなくなっちゃって、 0.1g 摂取する予定だったのが下手したら 0.15 から 0.2 ぐらい、1.5 倍から2倍ぐらいまで食べているんじゃないかなと思って、で初心者の人は多分この量はやりすぎっすね。俺もまあここまで効かなくてもよかったかなっていう。基本的にポワーっとして気持ちいいんだけど、今も軽く胃もたれっていうかな、胃がムカムカしちゃってるから、まあ食べ過ぎたのかなっていう。まあうまく言えば、この動画で HHCO ががっつりリラックス作用があるっていう。どうしてもこう肩に力入っちゃって普段からリラックスするのが苦手って人はこの HHCO。大麻で言うとこのインディカ種のような強いリラックス作用でほぐれるっていうのを体感できるし、やっぱりこうズドーンと効く感じがあるから、外ではやらないことをお勧めしますね。まさにセットとセッティングを整えて横になれる環境でやるのがいいかと思います。はい、今回のこのチェ CBD ストアさんの HHCO 気になった方はクーポンコード RIO2022 で 10% 安くなるクーポンが発行されました。興味ある方はぜひ試してみてください。さらに前回に引き続き今回も視聴者プレゼントを行いたいと思います。RIO の Twitter アカウントをフォローし、視聴者プレゼント企画のツイートをリツイートしてくれた方から抽選で1名様に HHCO のサンプルですね、ワックス。こちらを何回分 ?3、4回分、5回分ぐらいは入ってるのかな。1回どれだけ摂取するかによって人それぞれですけど、はい、今後ともサイケデリックスの良さを広めていくので、今後ともよろしくお願いします。よかったと思う方はグッドボタン、コメント欄で感想お待ちしてます。それがこのチャンネル全く広告がつかない、広告収益のないチャンネルとなっているので、気が向いた方はサンクスボタンで投げ銭ができるようになっているので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後にビッグラブをお送りして終わりたいと思います。エネルギーを貯めて。HHCO が程よく効いてリラックスしてる今の一晩経ってもまだこの残ってるラブを皆さんに送っておりますね。これを見た皆さんの今日一日が、これからの人生が心地よくてバイブスビンビンなパラレルに飛んで素晴らしい未来にヒュッとつながっていきますように。それではいきます。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. Baby, kiss me like a virgin.